このビデオの最初に、まず皆さんに質問します。主面が誰か知っていますか？京都の NPC 対話の中で、人工知能を見つけることができます。これはズバックが作った傑作です。彼はヘンリアット財団を出た後、タートルはダウンタウンに縮こまった。メイドは一度以上彼を探そうとした。彼の基地に避けられた。彼は逆にメイドに脅しの手紙を送った。彼は手紙の中でメイドがまた彼に付きまとったら、彼は遠慮しなければならない。この前の私たちの推測と同じです。ズバックは確かに人材です。彼は財団のロボットを覚醒者にすることができます。また、彼は財団を出ても暇がなかった。今でも彼が2つのことをしていることがわかります。1つ目はロボットの意志を覚醒させ続けることです。しかし今回はロボットの知恵を目覚めさせるだけではありません。性別や性格を与え始めました。これはリリとマーカスの2つのロボットに最も顕著に現れています。命令はズバックに強制的に誘拐された安全保障型ロボットだ。誘拐された後、彼女は知恵に目覚めただけではない。性別意識までありました。これは最初の例ではないかもしれません。この点から言えば、安全保障省は危険な感じがします。2つ目は夢を作ることです。体験20分は4年に相当する。500ミラーで他の人に48ヶ月アルバイトをさせることができます。これは全く資本家よりも資本家だ。人工知能はそれ以外に、チュメンという男の子にも言及しました。では問題が来ました。チュメンって一体誰なんだ？映画チュメンの世界では、チュメンはテレビ制作グループが養子にした6人の赤ちゃんの一人です。幸いにも彼は番組の放送時に誕生しました。そして彼は史上最強のリアリティの主役になりました。世界中の観客がそれが生まれるのを見ています。彼と一緒に歩いて学校に行って女の子を作ることを覚えます。彼の生活は24時間制放送されています。彼には何のプライバシーもない。しかし彼はこのような架空の世界に住んでいます。身の回りの全ては設定されています。友達、隣人、家族はみんな俳優です。彼の毎日はデザインされた脚本だ。彼本人だけは秘密にしている。彼の住んでいる場所さえ偽物だ。空も太陽も天気も嘘だ。これがソモンの世界です。全世界で一人だけを騙すショー番組。でも、とても不思議な番組です。ソモン州の収益は小さな国の収入に追いつくことができる。なぜこの番組はこんなに人気があるのですか？なぜスクリーンの前の誰もがソモン生活を見ているのですか？ソモンが見えなくてイライラしているのか？これはソモンの世界が私たちの理想の生活だからです。偽りはない。嘘はない。現代社会の枠から逃れた仮想世界です。そうです。ソモンの世界は3次元の仮想ゲームのようです。中の俳優は私たちのゲームで触れた NPC です。彼らは自分の人物設定と行動設定を持っています。世界はソモン一人のために奉仕しています。でも、そういえば、幻冬にあるこのソモンのやり方は正反対です。映画の中で、ソモンは世界の固定性を発見した。彼は仮想世界から逃げようとし始めました。意外なことに、テレビの前の視聴者もこの行為を認めています。しかし、幻冬のソモンは無気に助けられて、このような仮想世界に浸る。抜け出せないこともあります。10歳の体に40歳の魂が置いてある。これが幻冬ソモンの現状です。この点は、アニメ刀剣神域のキリトの方が発言権があるはずです。アリス事件が解決した後、キリトとアスナは200年以上指定世界にいた。彼らが現実に戻ると、2人とも200年の魂です。この存在は怖い。生理年齢が同じなのに。しかし経験と知識は同じ次元ではありません。彼らがこの部分の経験を削除することを選択してよかった。限界加速段階開始後の200年記憶を削除してください。幻冬のソモンで、これらの記憶を受け継いでいます。仮想世界への愛着で、結局彼は夢に戻ることを選んだ。彼は夢が彼の現実だと思っている。でも彼が夢の中で亡くなった後、結局現実に戻ってきました。キリトとアスナの会話を思い出させた。彼らは竿にいたかった。でも外の体が持たないのではないかと心配して。ソモンは正反対です。外の体は持ちこたえられる。仮想的な夢はそんなに長くありません。しかしこれは疑問を抱かせてしまいます。こんな小さな子供が80年の経験を持っていたら、ではズバックという人はどんな存在なのでしょうか。これは正常な人が1日が過ぎたということです。彼は何千年も経っているかもしれません。でもそんなに大げさではないかもしれません。脳容量が足りないんだから。幻冬のソモンを知ると、ズバックの夢創造機計画について話しましょう。彼は一体何をしようとしているのだろう。彼は有能な人を雇って夢作りを体験した。実際には仮想世界を完成させています。ここでは遠夢空間の設定を引用することができます。インセプション空間で、夢を作れる人は夢作り師と呼ばれています。ズバックの仮想世界は明らかに多くの詳細を埋める必要があります。そのためには様々な業界の人材が必要だ。実はここにはファンタジータワーゲームの現状があります。現在の幻冬にも様々な方面の人材が不足している。でも解読する以上、私たちはやはりストーリーの方向を中心としている。だから夢ができたら、彼はどうするつもりですか？この問題で最も発言権を持っているのは以下の2人である。氏波藩と氏波態度。無限月夜には多くの人が聞いたことがあると信じています。すべての人を現実に引き込む。仮想世界を作ることができます。この世界には戦争も苦痛もない。
幸せと幸せだけが。これは良さそうですね。しかし仮想世界は結局偽物です。今のズバックを見てみましょう。彼はこの方面への発展の潜在力を持っている。京都の闇。皆さんは文案の中で頻繁に見ることができます。全地感染広告。薄暗く狭い通り。隙間に生存を求める店。蜂の巣のような家。いつまでも教えてくれない。賑やかな日が青々としている。貧民の瀕死のあがきだ。都市部に住むことができない人は何人いますか？ダウンタウンでの生活を余儀なくされました。すべての人を夢の世界に入れることができれば、これは一種の解放ではないだろうか。下城区で生まれた不満勢力は少しも小さくない。英雄連合の相乗の戦いのように。金持ちは技術に頼っている。貧しい人は変異によって。ダウンタウンは抵抗を諦めたことがない。甲斐義徳の強さの邪魔になって我慢していただけです。今のダウンタウンにはどんな実力がありますか？まず、ズバックのあるロボット技術は、ヘンリアット財団の拠点は下城区に移転しました。これまで4年が経ちました。現在鏡の 50% 以上が財団が製造しています。今でも見られるのは、ロボットの中には覚醒者が増えています。現在財団ロボットの戦闘能力が安全部より劣っているとは限らない。反乱を起こしたら、ハイガルドは今は抑えられるとは限らない。もう一部の実力は遺伝子変異です。フィンリアはダウンタウンから来て有名になって間もない。京都の片言の中で、私たちが知ることは、彼女は単なる人間ではない。フレールという名前は北欧神話の巨大狼のことを意味する。偶然にもフィンリアのヒット曲はウルブズです。したがって推測できる。フィンリアもダウンタウンの秘密組織だ。彼女はやっと逃げてきた。鏡を拾ってアイドルにされました。フィンリアを襲った人も誰か知っている。遺伝子変異を研究する組織です。メイドの擬態通信で分かった。フェンリルはメイドをボディーガードに招待した。現在、ズバックは次の大きなボスになる可能性が高い。これで葬儀者の存在を公にして、大いにやろう。ストーリーから見る。彼には考えがあり、抱負がある。人はあまり悪くない。しかし考えは急進的です。安全保障省のロボットまで誘拐しました。メイドへの脅迫状に連絡してください。後期は厄介な役になると推測される。主役団こちら。知能的にズバックと戦うことができるのは、私たちのビーンエース機械士の西里です。勝手に財団で回路基盤を作って、保守人様を作ることができます。無事に行ってきた。女装ロボットを作ることができます。機械改造能力では彼女は本当に申し分がありません。IQ は一定ではありません。本当に喧嘩を始めます。ミスター中黒ビーンが切り札かもしれない。探偵の実力は天候論による。人並み戦術に直面するにはヒリーの技術次第だ。まだ顔を見せていない役は2人いる。1人は新人アリスだ。もう1人は不破咲と一緒に立っている赤毛の女です。彼女が安全保障部長になるのか、それとも強化道主ですか、それとも両方とも。楽しみにしましょう。今回のビデオはこれで終わります。風に注目して違う幻の塔を体験してあげます。もう会えないようにしてください。ここではまずこんにちはとおやすみなさいを祈ります。